はいどうも、吉助です。今回は夏が旬の高知県産ベーナスを使ってベーナスの味噌焼き作ります。ベーナスはアクが強いのでアク抜きと色変わりを防ぐための塩水を準備しておきます。塩加減は適量で大丈夫です。少し多いかな程度にお塩を入れてあげてください。ベーナスはよく洗い、ヘタの部分は先を切り揃えておきます。縦半分にカットし、断面に格子状に切り込みを入れる。皮まで切らない程度に深く切り込みを入れてあげてください。格子状に切り込みが入ったら塩水につけて30分程度アク抜きをします。アク抜きをしている間に肉味噌を作っていくよ。白ネギ 30g 粗めのみじん切り。斜めに切り込みを入れていき、ひっくり返し同じように切り込みを入れる。端から薄くカットしていけば粗みじんが作れます。大葉は5枚使います。5mm 程度の角切りに。こちらもざっくりの大きさで大丈夫です。仕上げの飾り用に少し細千切りも作っておきます。肉味噌の下準備ができたらフライパンで作っていきます。フライパンにおろしにんにく小さじ1/2、おろし生姜少々、まだ火はつけていません。輪切りの高菜爪少々、ごま油大さじ1。ここまで入ったら火をつけます。火加減は中火弱。軽く炒め、ニンニクと生姜の香りがしてきたら京ネギを投入。しんなりするまで炒め、豚ミンチ 100g を入れる。色が変わる程度まで炒めたら、砂糖大さじ2、みりん大さじ1、酒大さじ1、味噌 80g を入れて、みりんとお酒のアルコールを飛ばしながら煮詰めます。水分がなくなる程度まで煮詰まったら火を止め、仕上げに大葉を入れて全体に合わせます。これで肉味噌は完成。ベーナスは水から引き上げ、ペーパーでしっかりと水気を取ってあげてください。水気が残っているとフライパンで焼く時の油の飛び散りの原因となります。フライパンには多めのサラダ油、火加減は中火弱。ベーナスの断面を下にして焼いていきます。ナスをフライパンに入れるときとひっくり返すときに油の飛び散りで火傷をしないように気をつけてください。焼いている間にトースターに入れられる鉄板とナスを安定させるためのアルミホイルを準備しておきます。断面に焼き色がつき、ナスがある程度油を吸った状態になったらひっくり返します。皮の面には油をなじませる程度で大丈夫です。この時点ではベーナスの底の部分には火が入っていない状態です。次に用意しておいたアルミホイルの上にナスを乗せ、トースターに入れて中まで火を通します。各家庭のトースターには癖があるので、温度、焼き時間はご自身で調整してみてください。ナスの断面が焦げてくるようであれば、アルミホイルを乗せて焦げつかないようにしてあげてください。ナス自体をひっくり返し、皮の面を上にして焼くのも良いかなと思います。中まで火が通ったら一旦取り出し、肉味噌をたっぷりと乗せます。再度トースターに入れ、肉味噌を軽く焼きます。ここで焼くことによって肉味噌の旨味と油がナスに馴染み、より一層美味しくなります。仕上げにいりごまと刻んでおいた大葉を乗せたら、ベーナスの肉味噌焼き完成です。余った肉味噌は焼きおにぎりや冷ややっこなどいろんな食材と相性がいいのでいろいろと試してみてください。その他にもベーナスのレシピやってます。よかったら概要欄のリンクから見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。